みんな、元気にしてるのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日もずんだもんと一緒に、世界のニュースを楽しく深掘りしていくのだ。今日ずんだもんがみんなに紹介する国は、ウクライナなのだ。ウクライナって聞くと、どんなイメージが浮かぶのだ？実はね、この、ウクライナっていう名前、よく、辺境の地って意味だって言われることが多いんだけど、実はこれ、ちょっと違うらしいのだ。ウクライナの人々にとっては、私たちの国っていう意味を持つ、とっても誇り高い名前らしいのだよ。ね、意外な発見だったのだ。そんなウクライナについて、今日は全部で5つのニュースをみんなと一緒に見ていくのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。ウクライナで3カ所の火災。ロシアの大規模攻撃後も救助隊が消火活動中。という記事なのだ。ロシアからの大規模な攻撃の後も、まだ火災が続いていて、救助隊のみんなが命がけで消火活動をしているのだ。冬に向けて、前線から離れた地域でもパニックを起こさせようとする狙いがあるみたいで、特にリビウ州とザポリージャ州では大きな被害が出ているのだ。個人のお家が壊されたり、残念ながら命を落としてしまった人もいるのだ。電気を使えない人もたくさんいて、今も多くの人たちが必死で復旧作業や捜索を続けている状況なのだ。このニュースは、今も続くウクライナの人々の困難と、それを乗り越えようとする強い気持ちが伝わってくる、とても大切な情報なのだ。この動画が少しでも役に立ったなって思ってくれたら、高評価とチャンネル登録も忘れずに押してくれると嬉しいのだ。それじゃあ、準備はいいのだ。今日も一緒にウクライナの今を見ていくのだ。皆さん、こんにちは。今日は東ヨーロッパに位置する広大な国、ウクライナを紹介するのだ。黒海の北に広がり、首都は歴史と文化が息づく美しいキエフなのだ。この国は古くから豊かな歴史を持っているのだ。中世には強力なルーシの国々が栄え、コサック文化が花開いた地としても知られているのだ。ソビエト連邦からの独立を経て、現在は共和制を敷く民主主義国家として歩んでいるのだよ。人口はおおよそ4000万人で、ヨーロッパでも比較的大きな国なのだ。肥沃な国土に恵まれ、ヨーロッパの穀倉と呼ばれるほど農業が盛んなのだよ。特に小麦やひまわり油の生産が有名で、近年は IT 産業も急速に発展しているのだ。鮮やかな刺繍が特徴の伝統衣装、ビシバンカや美しい宗教建築など独自の文化も魅力的なのだ。現在、ウクライナは大変困難な状況に直面しているけれど、国民の皆さんの不屈の精神と復興に向けた国際社会の支援に大きな注目が集まっているのだ。平和への強い願いが込められているのだよ。豊かな自然と深い歴史、そして力強い文化を持つウクライナ。いつか再び、この国に笑顔と平和が戻ることを心から願っているのだ。一つ目のニュースなのだ。ゼレンスキー。プーチンは西側を嘲笑、攻撃に世界の適切な反応なし、という記事なのだ。ヤッホー。ずんだもんなのだ。ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアの攻撃がどんどんひどくなっているのに世界がちゃんと反応してくれないってすごく批判しているのだ。大統領は世界が黙っているからプーチン大統領が西側を笑って侵略を続けているって言っているのだ。ロシアは戦争をやめたり攻撃を止めたりする提案を全部断って今は冬が来る前にウクライナのガス設備やエネルギーシステムを狙って壊そうとしているのだ。でも、世界からはゼロの反応。全く現実的な行動がないって大統領は残念がっているのだ。ゼレンスキー大統領は僕たちは世界が黙らないように、そしてロシアが報いを感じるように戦うのだ。って強く言っているのだ。さらに、ロシアが使っているミサイルやドローンにはたくさんの外国製部品が使われているのだ。例えば、キンジャルっていうミサイル一つにも96個もの外国製の部品が入っているのだ。夜の攻撃で使われた約500機のドローンには
なんと10万個以上の外国製部品が含まれていたらしいのだ。これらはアメリカ、中国、台湾、イギリス、ドイツ、日本などいろんな国で作られた部品なのだ。だからゼレンスキー大統領はこうした大事な部品がロシアに渡らないようにもっと輸出管理を厳しくしてほしいって国際社会に強くお願いしているのだ。ロシアの軍事力を支えるような供給に対しては国際的なパートナーがもっと断固とした行動をとるべきだって訴えているのだ。2つ目のニュースなのだ。リビウ州軍西部、ロシアの夜間攻撃、州内で過去最大規模という記事なのだ。リビウ州の皆さん、聞いてほしいのだ。10月5日の夜に、ロシア軍がリビウ州にこれまでで一番大きな攻撃を仕掛けてきたのだ。リビウ州軍政局長のマクシム・コジツキーさんが言うには、この夜の攻撃では、だいたい163もの空中目標が、西、空軍管区の責任エリアに入ってきたのだ。そのうち140機がシャヘドというドローンで、23機が巡航ミサイルだったのだ。残念ながら、この攻撃で4人が亡くなって、他に8人の人が怪我をしてしまったのだ。ロシア軍が狙っていたのは、ガス輸送のインフラ施設だったみたいなのだ。コジツキーさんは、燃焼生成物以外に、有害な物質は一切検出されていないのだ。アンモニアも大丈夫なのだ、と安心させてくれたのだ。だけど、こんな攻撃は、必ず報復するのだ、とも力強く言っていたのだ。この夜、ロシアはウクライナ全体に対して、なんと549もの空中攻撃手段を発射したのだ。リビウ州は、その中でも特に大きな被害を受けた場所の一つなのだ。本当に大変な状況なのだ。3つ目のニュースなのだ。ウクライナで3カ所の火災、ロシアの大規模攻撃後も救助隊が消火活動中、という記事なのだ。ロシアがウクライナに大規模な攻撃を仕掛けた後、まだ3つの火災現場で消火活動が続いているのだ。全部で13件の火災が起きたうち、もう10件は消し止められたのだ。内務大臣のイゴール・クリメンコさんが言うには、この攻撃の狙いは、冬になる前に前線から離れた地域でも、みんなをパニックに陥れることなのだ。特に被害が大きかったのは、リビウ州とザポリージャ州なのだ。リビウ州では、敵の攻撃で個人のお家が壊され、15歳の女の子を含む4人もの住民さんが命を落としてしまったのだ。まだ瓦礫の下に人がいるかもしれないという情報もあって、今も捜索が続いているのだ。ザポリージャでは、1人の住民さんが亡くなって、10人以上が怪我をしてしまったのだ。お家や電気の施設、それにがんセンターまで被害を受けてしまったのだ。ウクライナ全体では、11万を超える住民さんが電気を使えなくなっているのだ。1000人以上の救助隊員さんや警察官さんたちが、被害の復旧と犯罪の調査に当たっているのだ。警察は、ザポリージャから250件以上、リビウからも140件の被害報告を受け付けているのだ。ウクライナには、暖を取ったり、携帯を充電したり、困った時に助けてもらえる、不屈の拠点が、だいたい400カ所で動いているのだ。みんなで助け合っているのだ。4つ目のニュースなのだ。ロシアがチェルニーヒウを攻撃、ガソリンスタンドに着弾、という記事なのだ。皆さん、聞いてほしいのだ。10月5日の午後2時25分に、ロシア軍がウクライナのチェルニーヒウという町を攻撃したというニュースなのだ。なんと、無人航空機、つまりドローンでガソリンスタンドを狙って攻撃したらしいのだ。この衝撃的な情報は、チェルニーヒウ軍事行政の長官であるドミトロ・ブリジンスキーさんが発表したものなのだ。ブリジンスキーさんは、敵は僕たちの町への攻撃を続けているのだ。敵のドローンが給油所に命中したのだ。と語ったそうなのだ。攻撃が起きた後、インターネットのソーシャルメディアには、チェルニーヒウの町の上空から黙々と煙が立ち上る様子を捉えた動画がたくさん投稿されたのだ。このドローン攻撃は、ガソリンスタンドだけでなく、チェルニーヒウ州の電力施設にも影響を与えたそうなのだ。
そのため、地域によっては時間ごとに計画停電が行われているところもあるらしいのだ。ドローンによる攻撃で、市内で火災も発生したのだ。さらに、チェルニーヒウ市内のすべての水道施設が電力供給を失ってしまったのだ。これは大変な事態なのだ。だから、市当局は市民の皆さんに、飲料水などを備蓄しておくように強く呼びかけているのだ。このように、チェルニーヒウはロシア軍の攻撃によって大きな被害を受けているのだ。市民の皆さんの安全が一番なのだ。5つ目のニュースなのだ。10月5日の大規模攻撃。ロシアは549の飛翔体を発射。ミサイルとドローンが20カ所に直撃。という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。10月5日の夜から未明にかけて、ロシアがウクライナに大規模な複合攻撃を仕掛けたのだ。無人攻撃機、空、海、地上から発射されるミサイルを合わせて、なんと合計549もの空襲手段が使われたのだ。これは非常に広範囲に及ぶ攻撃だったのだ。攻撃に使われたのは、主にシャヘド型などの無人攻撃機496機、クルスク、ブランスク、ミリエロボ、オレル、シャタロボ、プリモルスコ、アフタルスク、クリミアのカチャなどから発射されたのだ。キンジャール極超音速ミサイル2発、リペツク州の空域からなのだ。巡航ミサイル、X-101、イスカンデル、K-42 発、サマーラ、クルスク、ブランスク州などからなのだ。そして黒海から発射されたカリブル巡航ミサイル9発なのだ。このうち、主な攻撃方向はリビウ州に向けられていたのだ。しかし、ウクライナの防空システムは懸命に迎撃したのだ。478もの空中の目標を無力化することに成功したのだ。具体的には、シャヘド型などの無人攻撃機が439機、超音速のキンジャールミサイルが1発、巡航ミサイル、X-101、イスカンデル、K、が32発、そしてカリブル巡航ミサイルが6発も撃墜されたり、無力化されたりしたのだ。さらに、敵ミサイルのうち6発は目標に届かず、落下地点を確認している最中なのだ。残念ながら、すべての攻撃を防ぎ切ることはできなかったのだ。ミサイル8発と57機の攻撃ドローンが、ウクライナ国内の20カ所に直撃してしまったのだ。また、撃墜された兵器の破片が6カ所に落下する被害も報告されているのだ。この情報は、ウクライナ空軍がソーシャルネットワークで発表したものなのだ。ロシアによる大規模な攻撃に対し、ウクライナは多くの兵器を迎撃したものの、一部は被害を出してしまったという状況なのだ。大規模な攻撃で多くの命とインフラが失われているのだ。世界はもっと声を上げ、ウクライナを支援し、ロシアへの部品供給を止めるべきなのだ。不屈の精神を持つウクライナに、一日も早く平和な笑顔が戻ることを心から願うのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。